ボンジュールでも、こんにちは。でもネイバーズ坂へようこそ。パーソナリティ、サラです。香りです。フランス留学11日目。ついにタイトルコール変わりましたね。そうですよ。先週もね、ちょっと変わったんですけれども、もう確かに。11日目が実感してますが。すはい、すいまごい。せん。毎回およそ15分。私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。どうですか ?11 日目ってガチじゃないってどうなのよって話なんですけど。ガチですね。ちょうどそれこそさっき、データ通信量、私、某アハモに、入っているんですけれども、ちょうど一緒です。本当ですか？一緒ですか？ちょっとやっぱりアハモさんだと結構海外に旅行行くメンバーとかだと、そのまま切り替えの操作なしで行けたりするので、すごい便利だなと、すいません。番宣みたいになってるんですけれども、回し物とかではなく、そちらからですね、ちょうど、あなた、海外に行ってから10日が経ちましたわ。通信料を変えるわね、みたいな、連絡が、はい、来たんですけれども、ちょっとはい、とても嬉しくそちらをスクリーンショットさせていただきました。そこ取るポイントなんだ。そう、ちょっとこれは10日かと思って、ちょっと一人で感慨深くなりました。そうね。旅行にしてはめっちゃ長いし。そう、っていう話だしね。そう。ね、確かに。ね、私も同じ、ショートメッセージをはい。受け取りまして。あら。はい。で、もうあなたあと5日で、もうどんだけ頑張っても低速の人間だからねっていうノーティスをいただきまして、そうね、低速の人間を試してやるわと思って、今すっごい低速なんですけど、昨日めちゃくちゃ困ったことがあって、そもそも Google マップで私の位置を認識して目的地に行くまでの検索のって回るやつが、もう Windows 96かなってぐらい遅い。致命的。それ致命的だってこっちに、まだ知らないうちにいるのに。嘘。おい、地図ぐらい動いてくれよって思いながら、でもそうだった。低速を受け入れようってした人間だったんだって思って、もう、そう。困りますね。そんな不便さもあるなと思いながら、ね。はい。我々も、はい。ようやくガチで留学してる感が出てきましたけれども。いや、ほんとですよ。今日はね、何をお話ししたいですか、サラさん。ですね、ちょっと今回は、前回おさらいなんですけれども、前回のテーマが、ついに私たちのフランス留学が始まりました。というところで、実際に収録してた内容はまだ始まる手前だったんですけれども、公開日、こちらの放送日が、始まってからというところだったので、ちょっとこのような内容でお送りをしておりました。が、今回、実際に、私、初授業で受けてきまして、まだ香りはまだなんですけれども、ちょっと私、サラが、はい、ちょっといろいろ衝撃的だったことがもう、あったので、ちょっとそちらをシェアさせていただきたいなと思っております。はい。いやー、そうですね。そうですね。なんでしょう。私は、サラと日々連絡を取ったりしているんですけれども、ただ、こうして、きちんと、オンライン上だけど顔を付き合わせて1週間に1回、しっかりと話せるこの機会を楽しみにしております。私もですよ。はい、そうなんですよ。伝えたいことがたくさんある。持ち帰りたい。日本に伝えたいことがたくさんございました。いや、なんなんで、小説家かなんかな確かに。急にポエム刻み始めてる感じになってる。ポエマーなのポエマーになりつつある。ちょっと。そう。でもその中で、ちらっと研修に行ってきたとか、合宿に行ってきたっていうので、非常に聞きたいなと思いながら、あとは日々、ね、美味しいものも食べてそうだなとか、サラの場合は、来てすぐ、ね、もう留学っていうか学校も始まってっていうところで目まぐるしさもあるのかなと思うんですけれども、その中で大きな学びを得たというところで。はい。そうなんですよ。ちょっとこちらに来てから、私本当に有頂天になっているので、こちらに来てまずスーパーに行って、スーパーで見たこともない野菜とか果物とかをいっぱい買い占めてですね、料理が好きなものですから、決してうまいわけではないんですけれども、いろいろ調理をして、もう本当有頂天なので、本当に今まで日本ではほとんど触ってなかったインスタグラムもかなり、料理の写真とか、これからこれ作るんだぞとか、これ美味しいんだぞとか、っていうことをちょっと投稿させていただき、かなり舞い上がってはおりまして、
ましたと言いたいんですけど、まだ盛り上がっております。ちょうどこちらが、はい、始まる前にも、いかにこちらのじゃがいもの大きさがでかいのかということを代わりに伝えさせていただき、顔ほどの大きさじゃないかと、温かく反応いただきました。そうなんですよね。もう、なんていうのかな。なんて表現したらいいのかな。小さいアリンコのようなストーリーを見るのは、本当に楽しみにしてます。悪口じゃないです。悪口じゃなくて、なんていうんですか。いっぱい投稿するとね、アリンコみたいな。そう。いっぱいあげすぎて、なんかまだ終わらないのかな。私もよくなるタイプなんですけど、まだあるんだね、みたいな。1ミリごとに更新されていくやつ。1ミリが多ければ多いほど、次はどんなストーリーがあるんだいっていう感じで。私もよく代わりのアリンコ見に行っております。ストーカー何見てます。はい。そう、多分トップに出てくる、見すぎて多分トップに出てくるようになってるから。私もそう。楽しみに。すごく楽ですよね。してて。アルゴリズム。そう。よく見る人がよく出てくるっていう。本当に。はい。まあそんなこんなで、最近特に投稿してた内容がですね、私のプログラムがちょっと改めてお伝えされたサステナビリティ、サステナビリティトランスフォーメーションというマスターの大学院のコース1年のプログラムになっています。で、私の大学が結構大規模な、プログラム多くてですね、まあ、本当に大きいところだと一つの、プログラムで800人いるような大規模なプログラムもございます。で、その中では、800人そうなんですよ。だいたいフランスの生徒が400人と、インターナショナルスチューデントがまた400人で、計800人。だから結構最初、この大学に来て、敷地内でやっぱり学生とちょっとコミュニケーションすると、大体みんな、それがMIB、経営系のまた学部なんですけど、ミブとみんな呼んでいて、大体みんなミブ、私ミブのプログラムに行く、フレッシュマンですよ、みたいな感じで、はい、ご紹介いただくことが多いですね。はい。そう。で、そうですね。なので、もう一番最初にオリエンテーションの日があったんですよ。いわゆる行動みたいなホールにみんな集まって、これからの学生生活頑張っていきましょうねっていう、先生方のプレゼンテーションがあってっていう、またセッションがあったんですが、そちらがもう多分全部で1000人近くかな。1000人近くはちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、それだけでも同じ学年全員ではないんですよ。そのさっきお伝えした800人のプログラムはまた別で時間を設けてあるので、それ以外のプログラムで大体、ちょっと盛りましたけど、まあ多分少なくとも800人ぐらいいて、そのメンバーの中で、なんと日本人2人でした。わー。でもユニークなことがやっぱ誇りですよ。いや、本当ですよね。そのユニークさこそが価値になるというか、じゃあ日本の立場はどうなんだろう、日本の人はどう考えるんだろうって逆に興味をね、持ってもらえる、かつ主張する、代表として主張できるいいチャンスがあるってことですよね。いや、本当にそうですね。なんか結構こう日本人って言うと、あの2人のうちの1人かっていう形ですぐに覚えていただけるのは嬉しい反面、やっぱり日本代表として意見を求められるので、そうです。やっぱり原発、広島の時の話について聞かれたりとか、やっぱり真珠湾攻撃の話について聞かれたりとか、日本のカルチャー、食べ物についてとかを結構聞かれるんですよね。人口何人なのとか。そうですよね。それが、ごめんなさい、ちょっと。どうぞ。ごめんなさい、ちょっと話をぶった切ってしまったら恐縮なんですけど、サラのそのサステナビリティトランスフォーメーションのプログラムには何人いるって言ってくれてたっけ？ごめん、まだ言ってなかった。そう。数百人あるプログラムの中でも、うちはなんと40人。精鋭だね。選ばれし精鋭だわ。少ないプログラムで、確かに結構、落としてるとは聞くんですけど、多分そもそも今時代的にサステナビリティから見る経営学が強みのプログラムなんですけど、ちょっとやっぱりね、アメリカの今の情勢とかもあって、追い風とは言えない。むしろなんか逆風バンバン来てるみたいなエリアではあるかなとは思うんですが。それを、なんだろう。経営の視点で、先ほど言ってくれた2部に行く子もいるかもしれないけれども、よりサステナビリティとは何なのかっていうののスペシャリストを極めたいって子たちが行くプログラムっていう認識であってますか？そうですね。はい。なので、大体みんな卒業してからは、
サステナビリティ系のコンサルとか、あとは CSR 部に行くメンバーとかが結構半分ぐらいになるのかなと思います。そういうことですね。はい。ありがとうございます。そうですね。で、その同じコースには、同じプログラムには日本人さらしかいないの？それがですね、なんとその2人しかいない日本人が2人ともサステナビリティプログラムにおりまして。おー、ナイス。そうなんだ。なので、日本にいて、日本がサステナビリティにすごい進んでる国とは正直私は感じてなかったんですけれども、世界から見ると、やっぱり進んでる意識が高い国としての認識っていうのは、はい、あるみたいですね。なんか、確かにゴミ捨てとか日本意識高いよねって私もこっちに来て言われることが2回ほどありました。ゴミ捨てですか？ 2 回ほどはい、分別ゴミの分別が日本って厳しいよね、みたいなことを、次同じ大学に行く、同じ MBA のコースに行くこと、この前話した時に言われて、そういう印象、そっか、でも確かにフランスよりも細かいかもっていうことがあったりだとか、はい。でもゴミの分別そのものがサステナビリティの意識が高いにつながるかどうかっていうと、そうではないんじゃないのとは思うんですけども、一つそういう捉え方もされてるんだな、というのもありながら、ただね、ヨーロッパの方が私もヨーロッパが世界の中で一番進んでんじゃないかなと思うので、それだけ日本からもね、学びたいっていう意思がある子がいたっていう証明ですよね。そうですね。多分もう一人いるの。確かに。そう。で、すごい、その彼女は本当に、もう基本的に私のプログラムにいるメンバーは本当にお互いのことをすごく、面倒見がいい人たちが多いので、正直私多分学年で一番英語が喋れない、人かなと自分で思ってます。いやー、あなたが。いや、そうなんだよね。なんか本当に意外で、そのもう一人の日本人の子も含めて、そう、彼女も本当にサラよりも話せると感じていると。はい。もしかしたら私のプログラムがユニークがゆえっていうところもあるかもしれないんですが、基本的にみんな言語は2カ国語喋れるのが当たり前で、だいたいみんな3カ国語ぐらい喋れちゃうんですよ。でも確かにヨーロッパの子たち、そういう子ばっかりな気もする。そうですね。日本と比べると圧倒的に。確かにその言語同士の類似性っていうのもすごくヨーロッパだとあるから、多分余計に多い子たちがいるのかなとは思いまして。で、ただ、やっぱり、あれみたいですね。一つ、やっぱり自分の母国語、ヨーロッパの自分の母国語、一つが、英語、やっぱりスタンダードなので。で、もう一つが、エグゾティックカントリーの、ラングエージを学ぶことが、結構教養として素晴らしいよねっていう認識があるようでして、その三つ目が、いわゆる異国情緒のあるっていうところなので、それが日本語だったり、中国語だったり、あとはマダガスカルから来てる子とかもいたので、もちろんアフリカの、なかなかソニッチな言語とかが話せる子とか、本当にみんな、すごい、本当に努力をしてきてる子たちなんだろうなって思うような子たちと、実は一昨日まで3泊2日の合宿を。逆じゃね。3泊2日。間違えた。決まってんじゃん。間違えた。本当そのぐらいいてもよかったんですけど、私としては。2泊3日、はい、行かせていただきました。ね、その合宿で、じゃそれは40人の子たち、同じプログラムの子たち。そう。で、一緒に、2泊3日、なんて言うんでしょう、農場的なところに行って、で、なんて言うんでしょう、作物をどう育てるのか、その土壌がどうなのかみたいな観点からサステナビリティについて考えるっていうようなことをやってらっしゃったんですか？そうですね。キャンパストランジットっていう施設がこちらにはありまして、うちの大学、私の大学以外にもいろんな大学がワークショップをするために泊まるような、実はそちらがシャトーと言われるお城、昔のお城、本当に裕福な家庭が持っていたお城を、大学のなんていうんですかね、団体が買い取って、
周りをこう耕して畑を作ったりとか、あとはもうお城を改築、ややまあそんなに外見とかは本当に変えないんですけど、中をもう少しより住みやすいようにしたりだとか、あとは再生可能なエネルギーをこうちゃんと作れるようにしていくとか、水とかもリユーザブルにするとかっていう、サステナビリティ観点でいろいろこう試験的に、施設を運営しているっていうところに行きました。なので、お城に泊まって、で、やっぱりその思想が、マインドが強いので、全部、お肉とかは全くです。ベジタリアンフード。地産地消の、そう、ベジタリアンフードが3食と、あとすごいもう私がもうここフランスだわって感じたのが、必ず3食の他に、コーヒーブレイクが、朝と、まあ、午前中午後でそれぞれ1回入るんですけれども、焼きたての焼き菓子が出てきて、最高もうたまらない。いやーもうあなたのね、ワクワクしてる感じがもう目に浮かぶ。もう本当に最高でした。いやー、最高だね。そう。へー。なんか結構こう、どうぞどうぞ。すみません。その焼き菓子も、なんて言うんですかなんですかね、ベジタリアン向けというか。そう、ビーガン。なんかやっぱり、ビーガン向けというか。私のプログラムにビーガンは多分正直サステナを歌っててあれなんですけど、いなくって、多分よっぽど宗教的に、慣れてる子はいるんですよ、やっぱり。家族がやっぱりヒンドゥー教を信じていて、なんか家庭的にやっぱり食べる機会がなかったから別になくてもいいんだけれども、ただやっぱり今のもう私たちの世代とか、やっぱり今の20歳以上の子たちは結構お肉を全然食べるじゃないですか。特にインターナショナルスチューデント他の国から来た子たちと一緒に食べると、やっぱりなかなかそれを除くって生活上難しくって。そうだね。そうそう。だから。付き合いも悪くならざるを得ないというか。そうそう。付き合いで食べる子とかはいました。そうなんですね。じゃあ、今じゃあワークショップのその楽しい側面をこう教えてもらってるかなと思うの。ご飯を食べて、で、焼き菓子もいただいて、で、そのビーガン向けの食べ物なんだけど、すごく美味しくいただいて、ビーガン向けの食べ物が美味しくないって言いたいわけじゃなくて、だけじゃないんだけど、すごく満足できる食事をいただいて、で、それ以外のところで、逆に大変だったことってどんなことがあったの？学びとか。そうですね、大変だったことというか、結構やっぱりなんか自分としてすごい課題に残ったこととかは正直いくつかありまして、やっぱり圧倒的に日本と違うなって思ったのは、生徒のコミットメント力かなと思ってます。なので、ただ、授業を受ける座学系のものと、あとは本当に結構アクティブに体を動かしながら一緒に学んでいくっていうワークショップ系の2つがあって、ワークショップが大半だったんですよね、この3日に関しては。一番最初なので。で、座学でも結構、発表者の方も、なんかこれについて質問あるっていうのも日本でもあるじゃないですか。プラスで、ここに何か補足したいこととか、なんかこう付け加えたいこと、言いたいこともしあったら言ってねっていうのを言うんですよ。そうすると、必ずと言っていいほど、一つの、そのタッチポイントにつき、2、3人は手を挙げます。絶対にゼロがないんだ。絶対にゼロがない。ゼロがなくて、質問、ハンドサインとかがありまして、手をC っていう形にハンドサインをすると、clarification って言いまして、これについてちょっと質問、これ確認したいこと、はっきりしたいことがありますっていうものと、あとは普通に手を挙げて、ちょっと今私これについて実は、私の国ではこういう状況がありましてとか、私の国では戦争が起きていて、今現状こういう風になっていて、だからこの問題もすごくやっぱりリアルに密接につながっていますとか、結構やっぱり一人一人のバックグラウンドが全然違うから、違うがゆえに、結構補足できる情報ってすごくたくさんあって、で、それが、授業はやっぱり日本だと結構時間が決まってるから、その時間内に終わらせるために、じゃあちょっと質問はここまでにしますねとか、なんか質問あえて取らないとかやっぱりあると思うんですけど、こっちは逆にいかに早く進めるかではなくて、いかにいろんな意見、いろんな視点、いろんな見解を、掘り出せるかが多分結構価値がある。
なるほど。一旦それをテーブルの上で議論しましょうみたいな。一回そう。材料全部出しましょうみたいなそうそうそう。形の時間を取ってくれるっていうことですね。そうですね。素敵。うんそうなの。うんうん。かつ、その意見を述べる人も自分のバックグラウンドに基づいて、こうだよってきちんと表明しないといけない。うん。そう。そうですね。そううん。ですね。で、やっぱり結構よくあるじゃないですか。海外だとこう手を挙げないと、そもそも授業に参加したことになりませんとか、結構よく言われるかなとは思うんですけれども、なんかそういう脅迫観念とかではなくて、あの、逆にその自分のユニークな見解、人には多分ないであろう自分の見解をシェアすることが、他の生徒にすごい感謝をされる。なるほどね。うん。なんか、確かにね、私の場合だとずっと日本にいて日本の教育を受けてきているので、大学はちょっと違ったんですよ。国際関係の学部にいたので、もうみんな意見どうぞっていう形の教授ばかりだったんですけど、うん。高校までだと、いや、今質問する時じゃないから、それ空気読めないから、みたいなのってあっそたじゃないですう。うか。ん。ね、サラもきっとそれを経験してきたと思うんだけど、じゃあそれが、いや、ありがとう、貴重な意見っていうのを、みんな本気で思って、うん。でも僕はこう思うんだ、私はこう思うんだ、あ、そうなんだ、もっとこれについて教えてっていう建設的なうん。議論ができたっていうことですかね。本当そうですね。先うん。生もやっぱり、なんかただただ、その原理とかは、フレームワークを教える先生ではなくて、結構その授業が終わってからシェアしてくれた子のその生の体験話を個別に聞きに行ったりとか、その資料をなんかえこれを送ってくれるとか、ー。やっぱり先生自うん。身もこのクラスを教える立場ではなくて、学べる、自分も学べる、次の教えに生かすみたいな姿勢をどの先生にも感じたので、それはすご障く害教育。面白い。うんうんううん。ん。え、あちなれ、あ、みに、どうぞどうぞ。一個質問なんですけど、はい。一番印象に残ってるその質問というか話題というか、ありますか？あと、サラがもし具体的に述べて、こういうこと言ってよかったな。逆にもうちょっとブラッシュアップして言えたことがあったかもっていうことがあったら聞きたい。ありがとうございます。うん。2個目の、その私が発言したことに対しての反省っていうことで言うと、実はなくて、理由っていうのお、は発言ができなかったからです。本当ですか？意外です、本そう。当に。いや、私結構日うん。本にいた時は、結構こう、なんかチームワークとか、なんかそういうグループワーク結構好きで、なんかむしろ多分、そう。まとめ役に入っていくのがすごく楽しい。こう、情報をそう、まとめるのがなんか好きだそのね、ったり。ファシリテーターとして優秀に、まとめてくれて、でもかつ自分の意見も言うけど、それがなんかその、強くプッシュするわけではなく、うまくまとめてくれる人だと認識してます。あ、嬉しい。すごい嬉しいでうす。ありんうん。がとうございます。なんかうん決してうんうん。苦手な方ではないかなって正直思ってはいたんですけど、はい。全く、全くできませんでした。それが。それは、その理由としては、どんな風に認識してるの？認識としては、すごくみんな、うん。こう、インコーポレートしようとする、こう、みんうん。なをこう、巻き込もうとする文化があるうん。ので、多分決してこう、何か発言して、なんか変なこと言ったら怖いわ、みたいなことが、まあもちろんその気持ちもあったんですけど、それがすごく感じられる心理的安全性が担保されてない環境だったわけではなくて、1が、結構授業の内容がやっぱり全部英語で始まりますと。で、うん。テーマの内容が、やっぱりそのサステナビリティには7つのゲートがあって、大体みんなどこかのゲートから入ってきますとか、これがなんか社会主義で言うとなんとかなんとかでとか、結構アカデミックな、ちょっと曖昧なうん。うん。テーマうん。にうん。ついて議論するっていうところになると、一気に専門的なその単語がまずわからない。で、周りの人そうですに聞いてよね。分かった頃には、もうそもそも授業って理解することではなくて、それをじゃあ、これってなんか、エバリュエイトしましょうって言ってたんですけど、なんかどういうふうに整理していきましょうか。この類似関係、因果関係をそれぞれ示しましょう。そこまでに行くのに、多分他の生徒よりも倍以上時間がかかってしまう。うん。うん。うん。で、うん。そこから、そう、自分の意見を言うってなった時に、私は対して日本の歴史について、世界史専攻だったっていう言い訳をさせていただくんですが、なんか日本のことについてを、ちゃんと、なんか多分教養として語れるほどわからない。結構他のうん。生徒とうん。うん。かもやっぱりなんか1980何年にね、この私の国では何々があってとかっていうふううん。に結構しっうん。うん。かりと言えるんうん。ですけど、うん。うん。そもそもその引うん。き出しが私は浅いなって自分で思ってしまった。
っていうのと、なるほど。はい。あとはもう単純に自己表現に慣れてなさすぎて、人の意見をまとめるのは好きなんですけど、自分の意見を確固たるものとして伝えるっていうのが苦手なので、まあ、大きく分けるとその4つが多分私の敗いや因かなと言わせていただきます。もう合宿から帰ってきてまだ1日しか経ってないのに、すごく大きな学びを得て、それをちゃんと言語ができている時点で私はまず素晴らしいなっていうのが伝えたいのと、ありがとうございそう、ます。伝えたいのと、そう、なんだろう、歴史ってどうしても、私昔は歴史よりも今だよ、今って、ちょっとパリピチックに思ってたところが実はあったんで、歴史の勉強あんまり好きじゃなかったんですけど、大人になって、大学以降に新たに学び始めることが増えて、その理由をちょっと今、サラの話を聞いて思いました。やっぱり、じゃあ、海外から見たときに日本どうなのってなったときに、今は過去の延長線だし、過去の積み重ねだしっていうところの視点が一つと、で、それをちゃんと言葉として話すためには前提として歴史の知識がないといけないっていうのが本当に改めて大切だなということを思わされたので、私もちょっと学校始まるまでの間、勉強しようって思わせてもらえた。よかったよかった。そうですね。そっかなんかもし、リスナーの皆様に学生さん、特に高校生ぐらいの子がもし仮にいらっしゃったら、私はやっぱり世界を知りたいと思って世界史を選んで、もちろん後悔はないんですけれども、なんかちゃんと、日本のことについてを知っておくっていうのは世界に出た時に価値になるので、そこはしっかりと地固めをするのが、私は全然決して今からでも遅くないと思ってるのでやるんですけど、はい、早いうちにやった方がやっぱりアドバンテージ、レバレッジは効くと思うので、お勧めしたいなと思います。じゃあ日本のこともそうだし、先ほど言ったその経済の主義、経済的な、イデオロギーの話とかも含めて、いろいろな社会的な議論ができるっていう前提でサステナビリティとは7つのゲートがあってっていう話があるから、多方面での知識と、そうですね。それに対する意見が求められて、で、かつ日本としてどうなのっていうところがあるから、それを考えているうちに授業が気づいたら終わっていましたっていう状況だったと。悲しいことに。なんですね。その瞬間はやっぱりパニックになるじゃないですか。自分がやっぱり貢献できると思ってた領域で貢献できなくて、しかも授業についていくのも多分かろうじてついていけてないぐらいの状況がやっぱり一番最初のワークショップで私は衝撃を受けたところだったので、かなりパニックにはなりました。そうかそうか。ちなみにその印象に残っている質疑応答はありますか？その1個目、さっきの1個目の質問に近いかもしれないけど。そうですね。が、一つ、ありまして、レバノン出身の女の子がクラスにいます。で、私は正直レバノンって言ったら、戦争っていうよりもレバノン料理めちゃくちゃ美味しいよね。ねえ、京都でね、いただいてたやつですか？そう、焼きバナナのやつ食べて、みたいな。デーツのソースがすごく美味しくって、本当に素晴らしいレバノンの文化って。こちらの近くにやっぱりフランスに来たらレバノン料理屋さんもうちょっと日本よりは増えるから、本当にそれが楽しみで私来たのって言ったらすごい嬉しそうにはしてくれてたんだけど、なんか実はレバノンってかなりの紛争大国といいますか、もうガンガン彼女の近所、家から車で15分ぐらい行ったところはもう本当に結構日々怒号がもうそこにボムが落ちてきて、その音とか光とかが自分の部屋から見えるっていうところに住んでる子です。で、そんなに、本当に危ないところに住んでたら、やっぱり帰りたいって思わないんじゃないかなって私は思ってしまったんですよ。そしたら卒業後じゃあ何したいのって聞いたら、やっぱりここで得た学びをレバノンに持って帰って、女性でもやっぱりこの状況を変えていけるんだっていうことを示していくようなことをしたいって彼女は言っていて。そう、スーパーオーナーシップですね。そう、本当に。で、私がパニックになってた時も彼女、同じグループにいたので、なんかちょっと正直私今パニックになってるかもしれないみたいなことを言ったら、大丈夫だよ。私もやっぱり自分の自己表現をするのがすごく苦手で、そこについてはもう本当にI feel your heart って言われたんですけど、I feel your heart is so sweet. そう、本当にもう大共感だよ、みたいな気持ちすごくわかるって言ってくれてたんだけれども、その子は本当に自分のそのストーリーをやっぱり40人いるクラスで積極的に手を挙げて話をしてくれたし、やっぱり環境についての話をするので、例えば、
戦争の中で一つよく起きてしまってるのが、敵国の、木を薬を撒いて殺したりとか、あとは樹齢数百年とか数十年の、オリーブの木を根こそぎ全部取っていって持って帰るっていうのが実際に起きているらしくって、それってなかなかニュースにならないじゃないですか。人的被害が起きてるわけではないので。で、それをただ、やっぱりそれだけ自分の人生よりも長い木を持っていかれることに対して自分のやっぱりカルチャーとか自分の文化を侵害されてるってやっぱり近くにいる人たちは思うんですね。で、実際に起きた話なんですけれども、その彼女の知っているおばが、おばさんですね、血縁ではないんですけども、おばが、やっぱり近所にあった本当に自分の親よりも古い、昔のオリーブの木が取っていかれた時に、自分の家とかも全部ダメになったし、もう一回リビルドするのに1、2年かかるんだけれど、その家を返してほしいのではなくて、そんなの別にどうでもいいからオリーブの木を返してほしい。自分の先祖代々守ってきてくれた、その自分のアイデンティティのコアになるものを取られたのがもう本当にとにかくショックだとか、そういうリアルな話って正直、日本に座っていて隣の生徒から聞くことってないかなと思ってて。そうですね。そう、それが、何の脚色もない人の気持ちを聞くというか、はい。そうそう。それをインスタのストーリーでこういう話がね、あって、私はスクリーンショットをしてるんだけどっていう、その生の一個人の話を聞けるって本当にここに来て、多分私は先生から授業を受けるっていうのも一つ、本当に大事なことだと思うんですけれども、何よりもこの他の実際に参加している生徒から学び取るものが本当に多分私の人生の財産になるなって、すみません、長くなったんですが思いました。コネクションが。なるほどですね。そっか。なんか、私のイメージ、すいません。サステナビリティ、まだ7つのゲートって何だろうっていうところも質問したかったんですけど、まあ、それと、その中に、そこからまた紛争の話とかも、した回だったんだっていうのをちょっと、まず驚いたっていうのと、あと、なんていうのかな、そこからそのオリーブの木っていうその環境、いわゆるそのサステナビリティってまず環境のところから私は最初興味を持ったんですけど、そこにつながるっていうのも意外でした。やっぱりサステナビリティ、平和の観点でも。そうですね。なんか環境だけではなくて、私もどちらかというと環境っていうよりも、人権から入ってる人間なので、その7つのゲートをちょっと説明すると多分すごい長くなっちゃうんですけれども、例えば環境から入ってきてる子もいれば、私みたいに人権から入ってきてる。特に私の場合は3.11が大きな、クリックポイントになったんですけど、そこから入ってることが、それ以外にもいろいろゲートがあるよねっていう話から、まずは本当に最低限、この領域について知りたかったら、このキーワードを押さえていくべきだよねっていうものを、今回のワークショップで少しだけ潰したっていう感じですね。そうですね。じゃあめちゃくちゃ濃い。めちゃくちゃ濃い。そうです。すごい面白い。頭パンクしながら。パンクしながら。で、すごい面白いのが、やっぱり座学って本当に一握りで、結構体を実際に動かしてやるワークショップが本当に多くて、これ絶対日本の企業でやったらめちゃくちゃ面白いだろうなっていうワークショップを1日に3、4回やるんですよ。すごすぎ。そのうちのちょっと、一個だけでもちらっと話聞けない？本当じゃあ、そうですね、一つ面白かったのが、世界の GDP の割合と、あとは世界の人口の割合と、あとは世界の、CO2 の排出量の、割合で、それぞれ別の機関が出してるんですけれども、その、パーセンテージに合わせて、今クラスメート40人いるんですけど、じゃあこの40人のうち何人が、例えば、それぞれの大陸に分かれるんですけれども、アジアに住んでると思いますか？何人がアメリカ、何人が、ヨーロッパにいると思いますかっていうのを、大きい、クラスルームの中に、こっちのエリアがアジアで、あっちのエリアがアメリカの方で、こっちのエリアがヨーロッパの方でっていう風に、張り紙があって、で、みんなで相談して決めてくださいね。最初じゃあ人口の分布図、人口がどのぐらいだと思いますかってみんなやると、意外と、私たちの場合ですよ。みんなでいろいろ相談しながら決めたんですけど、意外と人口の半分近くが、40% ぐらいがアジアに住んでたよね。じゃあ次にGDP の割合ってどうだろう？じゃあ次に逆に CO2 の割合どうなんだろうっていうのをやっていくと結構意外な格差
っていうのがすごく浮き彫りになるっていうワークショップをやりました。そうか。まあ、要はその人口が多いところだからこそGDP が多いわけでもなければみたいなところも含めて、まあ、いろんなギャップがあったりだとか、まあ、自分自身の気づけてなかった数値のポイントがあったりだとかしたってことですね。そうですね。はい。意外とやっぱり発展している国こそ CO2 がすごく多くて、まず現状を把握するっていうのと、あとプラス、パリ協定、2050年かな、までに、CO2 排出できる量っていうのが一応決まってるんですよ。で、そのじゃあ残りの排出量を、この紙でこう渡されるんですけど、このぐらいの、まあ、ちっちゃい紙が8枚ぐらい渡されて、あとこのぐらいの排出量使えるんだけど、じゃあこの排出量どうやってあなただったら使いますかっていうのを、この議論がね、すごく白熱して、多分20分ぐらい議論してたんですよね。なんかこう、人口の分布で分けるのか、それとも経済発展スピードで分けるのか、それとも理想論で全部きれいに分配するべきなのか、理想論で語るべきなのか、まあ、現実的に語るべきなのかっていう、また議論が起きまして、これって多分クラスの中だけじゃなくて、結構いろんなところで起きてる議論だと思うんですが、それをこう改めて、はい。まあ、簡単に、みんなでやったって感じですね。もうじゃあ本当にみんなで議論しながら、動き回りながら、なんだろう、マクロの視点も含めて取り入れながら、ね、なんだろうな、普段、まあもちろんそういったことを議論するだろうなって予測していた、日本にね、いた時もこういうことを学ぶだろうなって予測していたこともあったと思いますけれども、ね、パニックになったことも含めていい経験だったんじゃないかなと。そうですね。この経験をちょっと忘れずにバネにしていきたいなと思います。で、じゃあ、ちょっと最後に聞きたいのが、じゃあこのワークショップ通して、サラがそのフランスでの学びを決めた、まあ何かきっかけっていうか、まああったと思うんですけど、まあすっごくざっくり言うと、まあサステナビリティの専門家になるぞってことだと思うの。でそのワークショップを通してよりこう、解像度が上がった部分とか、その自分の今後の 2B に対して解像度が上がった部分とか、こうしたいなっていうことはありますか？ありがとうございます。正直大枠はやっぱり変わらないんですけれども、なんか改めてこの1年で掴みたいのは、ちゃんと自己表現になれることが結構コアとして、はい、私はあるかなと思います。なんか日本だとなんか結構前にちょっと一緒に話した回で、結構日本だとこうちょっとはみ出ること、悔いが出るとやっぱり打ち戻されてしまう文化ってどうしてもあったりとか、あと謙虚であることがすごく美徳であるっていう文化が強いと思うんです。決して悪いとは言わないんですけれども、海外に行くと逆にそれってすごくどういう文化なの？それってなんでそうなってるの？それってどういう利点があるのってもう本当に理解すらできない。理解すらされない。なんとなく、アトモスフェアとしか言いようがない。そう。感じかもしれない。そうなんですよ。まあなんか、もちろん理由はわかるんですよ。そっちのみんなが同じ方向、同じ風に考えてるから、それだけ経済発展がすごいスピーディーになるとか、やっぱり結構効率的にはなると思うんですけど、そこから生み出されるものじゃ果たして、そんなイノベーティブなものが生み出されるかっていうと、そうじゃなかったりする。そうじゃない場合もあるかもしれないですね。そうですね。なので、今回のこの1年を通じて自分のちゃんと日本人であるアイデンティティっていうのをちゃんと表現して、逆にそこから学び取れるって感じてくれる生徒って多分何人かいるので、ちゃんとそれに貢献できるようにしていきたいなと。多分それがひいては社会に出てもすごく自分の強みになると思うので。そうですね。なんかきっとサラのいいところであるんですけど、サラはね、職業としてずっと PR というか、広報をしてきていたので、人のいいところをこううまく最大限にこう世に伝えるっていう、人だったり企業様のことをね、いいポイントをね、商品だったりサービスを最大限にして伝えるっていうお仕事をしてたからこそ、自分のカラーを出しすぎる場じゃないお仕事においても。っていうのもあったのかなと勝手に思ってるんですけれど、ただ、一方で、オーバーザさんの言葉を借りますと、ルックアットミーじゃないですけれど、そういった要素も必要。
で、0、100じゃなくて、その要素も取り入れつつ、日本人としての謙虚さの良さもあってもいいかなと思いますし、はい、そこも含めた私たちのオリジナリティを丸ごと愛して、ね、進化していきたいですね。ですね、本当に。でも日本人って本当に多分私たち本当に日本っていう国に生まれてラッキーだなって。そうですね。なんか香りもすごい日本人であることに対してすごく周りからすごいポジティブに感じてたみたいな話ありませんでしたっけ？そうですね。そうですね。そのアジアの中でやっぱ日本に興味を一番持ってたんだって言われることが、このフランスに来てやっぱ3回はあったかなと思っていて、まあそのきっかけが、まあやっぱ一番聞くのはアニメとかアニメとかもあるんですけど、まあ食もそうですし、あとその島国であることに対して、なんか、やっぱりなんていうんですかね、まあ、江戸時代の鎖国のね、話とかを知ってる子はめちゃくちゃ多いわけではないんですけれど、まあ、そのヨーロッパからめちゃくちゃ離れてるアジアの大国で、島国、で、まあ、他と大陸で繋がってるわけじゃないんだけど、独自の文化もありながら経済力もあって、どうやってそんな風に、第二次大戦で負けた後、そんなにビッグになれたのみたいな話を昨日もしてたりしたんですけど。はい。だからそういうことも含めて興味を持ってくれてたりだとか、まあ本当にポップカルチャーから歴史まで、遠いからこそ興味を持っている。で、なかなかでも行く機会が取れない。やっぱり行くだけでも時間がかかって高いから。でもだからこそ、日本代表としての意見を私は日々求められてるなと感じるので、私もその先ほどサラが言ったパニックになるほどのね、ことはまだ授業じゃないので、まだないんですけど、そうですね。より日本について、海外にいるからこそ学びたいし、自分なりの意見の深みを増していきたいなと思いました。素晴らしい。でも本当に海外にいるからこそ日本の良さが分かるってこういうことなんだなって日々実感しますね。そうですね、そうですね。はい。まあ、日本のいいところもあるし、それをうまくフランスから、ないしは、クラスメートで、まあ、世界各国から私の学校も来ているのを確認してるので、いろんなことを聞いて、で、じゃあ自国に還元するにはどうしたらいいんだろうっていう視点も大切にしつつ、それを私は経営の視点で学びたいですし、で、サラは、そのサステナビリティの、どのね、サステナビリティと一口に言っても、まあ、人権の方でプロフェッショナルなのか、ちょっとそれはこれからかもしれないんですけれど、そうですね。サラをプロフェッショナルとして頼りつつ、私も何かサラに助けられることがあればなんか一緒に協業したいなって思いましたし、それができると確信してます。もう日々助けられてます、私が。それあれでしょ？大丈夫ビザとかそういうこと。もう本当にね、実務的なね、話いろいろまだありますけど。いやー、頑張っていきましょう。でも本当にこの1週間ですか、10日 ?10 日ちょっとか。で、かなりいろんな人に出会えて、本当に周りに救われてるから、本当に私たち恵まれてるわ。そうだよ。でもただ、一つ私たちは自分たちで私たちのことを、日本語が下手だな。褒めたいことが一つあって、一つは決めてから動いたってことは良かったかなと思ってます。もう行くんだって。いや、行く。やる。じゃあどうするのは後からついてくる。とりあえず決める。やると決める。で、やって、そこで楽しむって決める。楽じゃないですけれど、だからこそできたんだと思うし、できるんだと思います。確かに。これからも。いや、本当に楽ではないんですけれども、でも、楽さを取るか、本当に自分が楽しいと思えるものを取るのか。そうですよ。そこじゃないと結局人のためにもならないのかな、世間のためにもならないのかなって思いますし、なんだろうな、今の時代、生成 AI もね、かなり発達してきていて、日々助けられてると思いますけど、結局私たち人は人と一緒にいたいというところですので、よりなんていうのかな、ちょっと話がそれちゃったらあれですけれども、人と人とのつながりを大切にしながら、
人間力的なところも含めて磨いていって、ね、楽じゃないですけど、楽しみながら助け合うっていう形で、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。ね、まあ、といったところですかね。うん。はい。では、今回はここまでにいたしましょう。ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをお待ちしております。もし質問やコメントなどがあれば、番組メールアドレス、ネイバーズ坂@gmail.com、ネイバーズ坂@gmail.com、または Google のフォームも準備しておりますので、そちら宛てにお送りください。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いします。それではまた金曜日、来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いしましょう。ここまでのお相手は香りとサナでした。おばばー。おばばー。ちょっとなんか近づいてきてるんじゃない？近づいてきてるよ、近づいてきてる。どんどん良くなってきています。